ストレイキッズのリノが馬チュン卒業の日、ファンに向けて手作りのプレゼントを用意。そんなアイドルいる。リノからの愛がすごい。ストレイキッズのメインダンサー兼ビジュアル担当のリノ。リノはエンミックスのソリュン、NCT 入りチルのジョンと共に韓国の音楽番組、ショーK-POP の中心の MC に抜擢され、2021年8月から約2年半にわたって馬チュンの MC を担当してきました。忙しいスケジュールの中でも長きにわたり務めてきた MC の役目がついに終了し、11月6日の放送をもってリノとジョンは番組を卒業。たくさんファンに見守られてついに迎えてしまった卒業の日には、番組の最後リノとジョンがステージに残りコメントする場面で、ストレイキッズのバンちゃんとフィリックスがケーキを持ってサプライズ登場。号泣してしまうジョンウに、バンちゃんとフィリックスがそっと手を添えるシーンはもう胸が熱くなりましたね。思わず泣いてしまったファンもたくさんいたと思います。馬チュン制作スタッフは3人の仕事っぷりについて10月に韓国メディアのインタビューに答えており、MC の3人に向けた愛情が垣間見えるといい、スタッフが思わず自慢したくなってしまうほど、現場での3人を見ていると愛さずにはいられないと MC の3人の仕事っぷりと人柄を激愛しました。馬チュン制作スタッフによると、NCT 入りチルのジョンウは馬チュンのムードメーカーで、最初はかなり人見知りが激しい子でしたが、今では雰囲気を先導してくれる。慣れてくるとギャグに対する欲も大きくなってきて、冗談で雰囲気を和ませてくれて、ジョンウは生まれながらにして人を笑わせる才能を持った人。本当に愛らしい存在です。と称賛。エンミックスの大天使ソリュンについては、プリンセスのようなルックスに反しておおらかで気さくな性格で、途中合流メンバーにもかかわらず、あっという間に MC の中心的存在になったソリュンの適応能力がすごい。番組への愛情も大きく、毎週成長する姿を見せる。と見た目が美しいだけではなく、親しみやすい気さくな性格、MC の仕事にも真摯に向き合う姿勢を絶賛しました。そしてストレイキッズのリノは、飾ることのない率直な性格なのでツンデレのように見えるけど、実は誰よりも優しい性格。また一見クールなリノですが実は愛嬌たっぷりで、MC 中に起きる少し恥ずかしい状況劇も、さらっとこなしちゃうユーモアの才能がある、と話しました。リノさん完璧アイドルすぎるよ。リノってちょっとサイコ、4次元なところがありながらも結局はツンデレで、実はとっても優しいんですよね。以前スンミンが始球式が雨天で中止になっていることを馬チュンの収録帰りに知ったリノは、馬チュンが終わってから知りました。スンミンの始球式どうなったかなって期待してたんだけど、残念だね。スンミンもずっと前から楽しみにしてて、今日の朝もへへって言ってたけど、ヒョンジンと家にも一緒について行ったのに、僕が1回くらいはキャッチボールをしてあげるよ、と言いその言葉は実行されました。詳しくはこちらの後半でご紹介しています。MC の3人の話に戻りますが、こりゃ現場で一緒にお仕事してたら愛さずにはいられないよね。スタッフからも愛されてる3人尊い。そんなトリオでやってた中、リノとジョンウが卒業してしまうというのですから、涙なしでは見られません。しかしそんな特別な日がもっと特別になる出来事が、それはこの日はなんとリノがファンにギフトを用意してくれたのです。収録に参加したファンによるとリノからのギフトが入った紙袋の一つ一つに、リノがよく描いている自作のキャラクターのジュルミや猫の絵が描かれていたらしく、さらにすごいのがその中身。紙袋の中にはモバイルバッテリーや猫好きのリノらしい猫の肉球のハンドウォーマー、さらにはリノ本人が焼いたという手作りクッキーが入っていたというのです。嘘でしょ。手作りクッキーを焼いてくれるアイドルがどこにおるねん。それだけじゃありません。リノの手作りクッキーには一つ一つ文字が書かれており、リノによると、そのクッキー、僕がマシュマロを乗せて字を書いたのもあるんですけど、ステイ、リノ中心終わりって書いてあります。つなげると文字になる。神は細部に宿るって言うけど、細部まで愛が詰まりすぎてるよ。信じられないんですけど、
この感動はどんな言葉にも収まらない。リノ絶対忙しいのに夜な夜なクッキーを焼いて一つずつ文字を書いてくれたの。そして紙袋にジュルミ書いたの。そんなアイドルいる。てかそんな人いる。クッキーの他のプレゼントも寒い季節を暖かく過ごしてほしいというリノの愛。ギフトを受け取ったファンは感動。このことを知ったファンも歓喜。こんなんみんな思うよね。一生リノについていきます。リノさん、オタクをどこまで沼らせるつもりなんでしょうね。困っちゃいますね。SNS の反応は、今日のうまチュンラストに来てくれたステイへのプレゼント、リノの手作りクッキーだって、一つ一つデコレーションされてて、紙袋にもそれぞれイラスト描かれてて、愛情たっぷりで泣く。カムバ前で忙しいのに作る時間取ってくれたの最高すぎる。ただでさえ多忙なのにカムバを目前に控えてて多忙に拍車がかかっている中で、2年3ヶ月務めたうまチュン MC 最後の日に、見届けに来てくれたお宅にクッキー作って根節丁寧にラッピングまでして差し入れするの。誰よりも完璧で究極のアイドル。100人で食べたいな。富士山の上でリノさん手作りのクッキーを。そんな砂地獄のリノ沼ですが、ストレイキッズは絶賛カムバックの準備中です。こちらで私のオタク感たっぷりのロックスターのティーザーイメージリアクションをご紹介しています。先日タイトル曲ラララの MV ティーザーが公開されました。もちろんみんな最高にかっこよかったけど、サビのリノさん爆イケでしたね。リノってメインダンサーでダンスがバチバチだしお顔も最強で完璧アイドルですが、スキーズの曲はヒョンミクスが前面に出てきてリノが少し埋もれてしまう時も多く、過去に韓国ではリノのパートについてトラックデモが起きたこともありましたが、リサとのコラボ曲のソーシャルパスでも2番のサビを担当していたり、最近リノがすごく目立つ曲が増えてきている気がします。リノはリサとの対談で、僕が練習生になった頃、歌も上手くないしラップも上手くない中 JYP に入ったのですが、苦難と逆境を乗り越えて、ソーシャルパスのサビを任されるまでに成長して活動することができて感激です、と話していました。ちなみにリノがリサさんとの MV 撮影で困ったエピソードが可愛すぎるので、ぜひこちらもチェックしてみてください。新ミニアルバム、ロックスターとタイトル曲は11月10日14時にリリースです。ところでリノのクッキーをもらったファンによると、蓋を開けたらバターの香りが広がって、しっとりしていて、口の中にずっと香りが残っていたそうですよ。リノのクッキーが食べれる世界線どこですか？というかこんなの食べられない。いや、やっぱり思いを受け取るためにも、スマホのフォルダパンパンになるまで写真残して半分は冷凍して半分だけ食べます。皆さんならどうしますか？コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。